おはようございます。小木曽です。特ダネも終わりましたので、普通に挨拶から始まります。ですね、イラストレーター講座じゃないですけど、もうちょっと続けようかなと思ってるというか、学生さんをこう指導していく上において、さあどうしたもんかなってずっと考えている最中なんですけども、別にイラストレーターをこう育てるというわけじゃないんですけども、やっぱこうなんていうか、歴史の中から見るイラストということを考えるということは一つのキーポイントになってくるのかなと。いろんな人がこういろんな作品を教えていただいて、ほとんど自分なりに調べてみました。でそこのこう共通点とかをこう見出しながらこうずっとこう考えていってですね、話まとまらなそうなんで本編でお話したいと思います。どうぞ。では解説をしていきたいと思います。まず下書きだけはしておきました。下書きをしてボールペンでなぞっておきました。18分ほどかかってここからちょっと録画を始めております。2時間ほどで描いておりますが、これはですね、カラバッジョという絵描きさんの、エマオの晩餐という作品なんですね。カラバッジョのこれで、バロックというものが始まったと。ちょっと待って、美術史やないかと、いうことを言われそうなんで、ちょっと待ってくださいね。もうちょっと我慢して聞いてくださいね。キリストがですね復活して10日後に、弟子の前に突然現れて、お話を始めるというシーンなんですけども、でそれを僕がちょっとイラスト風に描いてみたということなんですよ。で要はもう長いこと先生していると、やっぱりそれ時代の変化に合わせて指導していかんとあかんなとは思うんですけども、今回イラストという人がすごく多くて、これ困ったもんやなと思って、イラストっていうのは何ですかって、前回ちょっと皆さんに聞いたら、こういうイラストレーターいますよっていうことで、いろんなものを教えていただいて本当助かりました。もうそれめちゃくちゃ助かってですね、絵師という言葉もあるということも知りましてですね、これはウィキペディアで調べたんですけども、でこれだけこう多分ネット上でのその絵師と呼ばれる方々、神絵師なんていう風に言われてたりするんで、いやちょっと待てよと、せやったらこの神の申し子ですね、キリストを描いてやろうと思いました。まだ美術史を続ける気かおじさんって思われるかもしれませんけども、いっぱい見たんですけども、もちろん歴史的なすごくこう著名なイラストレーターさんもいたりとかいろいろするし、今こうネットで話題のみたいな人も見させてもらったんですけども、やっぱりすごいなと思いながらもちろん見ていたんですけども、じゃあその人たちをそのままトレースというかですね、もうリスペクトをしながら次のイラストレーターを目指していって本当にいいのかなって、僕が絵描きとしてイラストレーターというかですねやるならば、やっぱりちょっとこうそこのところはブレーキがかかるんちゃうかなっていう気がするんですね。私なんかこう写実画家なんていうふうに、これですね、墨で描いています。すみません、薄くといてですね、少しブレーキがかかるんちゃうかなっていうふうに思うんですよ。で今美術界なんかここからペンで描いてます。この 0.2 っていうやつ、これよく分かりませんが、こんなん家にあったんでこれ使ってみたっていうだけの話なんですけども、それをなんていうか、そこだけを考えていくというよりは、ちょっとこう例えばもし就活とかに、やっぱりこう就職しよう、イラストレーターって基本的にはなんかフリーランスらしいですよねっていうのがウィキペディア、全部ウィキペディア情報なんですけども、書いてあったので、ちょっと自分なりにいろいろ考えてみてですね、例えばこういうふうに名画ですね、こうカラバッジョのエマオの晩餐という名画を自分なりにイラストにしてみるとかで、そうするとこのキリストというもう人が亡くなった後に10日後に弟子の前に現れるという場面を自分なりに描いてみるとか、そうするとこれを例えばポートフォリオに入れたりすると、就職先とかでやっぱりただ好きなイラストだけを描いて持っていっても、就職活動、これ完全にうちの学生に向けて喋ってるような感じですね。就職などの対応の人が、例えば私世代ぐらいの人やったらね、胸の大きい鼻のない顎のちっちゃいお姉ちゃんいっぱい書いてあってもとしか多分言わないけど、こんなんが5枚10枚だけでもポートフォリオにあって、しかも手書きであったらもちろんパソコンで書いてもいいと思うんですけども、私推測なんですけど、パソコンだけで書いてるものだけやったらちょっと向こうもどう思うんですかね。もしかしてほらコピペっていうかできるんじゃないですか、今の技術って。トレッシング
トレ何ですか、よう分かりませんけど、なんかやっぱ手書きのものを入れておいた方が硬いんちゃうかなっていう気がするというか、向こうの信用度も上がるんちゃうかなと。ポートフォリオというのは自分の作品集みたいなことです。すみません、高齢者の方横文字ばっかりですみません。トレースっていうのは言うたら写すってことですね。だからちょっとそういうのを考えていった時に、向こうの例えばもし就職に、完全にもう私は一人でやるんやと言うても、やっぱり就職とかは若干頭に入っている子たちも いたりするからですね。その際にね、胸の大きくて顎の小さくて鼻のない女の子の絵ばっかりで、少し下着がちらっと下から見えそうなもんばっかり載せてたら、これ取らんやろうなって僕なんか思うんですけど、なんかこうよく美大生って就職が悪いって言われるんですけども、やっぱりそこだと思うんですよね。若干こう周りからの見え方というのは、もちろんその世界の中では素晴らしい方いっぱいおりまして、それをディスっているわけじゃないですよ。でもやっぱりこうそれだけやったらば、やっぱりこれだけいっぱいおる、もうネットで100人の絵師展とかいうのやりますよって、確かにネットで調べて、ツイッターで調べましたよ。そしたらありましたね。うわーと思って、なんか女の子かなんかのが4人か5人いて、おじさん顔の判別がつかんくてって思ってですね、ごめんなさいね、もうすごいイラストレーターの方をディスってるわけずっとディスってるような感じになってきたまずいな。で、僕なりにもし勉強をしていくならば、その方々ってやっぱり見ると構造に、人体の構造とかすごいちゃんとできているんですね。47分経過、そういうのができた上でのやっぱりこうイラストというかですね、だからそれやから説得力あるんですけども、やっぱりこうそこがないまま、そういうこと知らんまま表層的な部分だけを取っていってしまうと、これはすごく危険なことになるし、例えば学校に行ってイラスト科に行きましたで、私このこと嫌いですあれですとか言うて、好きなことだけやってたら、これは結構危ないなっていう気がしたんですね。それでこういう美術史上のものを少し書いてみるという、自分なりに書いてみるっていうのは、人体の骨格とかもしっかりしていますし、やっぱりそこに対する見識がある程度あるなということも指し示すことができると思うんですよ。だからこういうのはおすすめなんちゃうかなと私の推測です。私実は就職活動ってしたことないんです。大学の先生になる際もポートフォリオだけで僕合格してるんですよ。すごいでしょ。私だから面接とかやったことないんですよ。多分僕こんな喋るから落ちるでしょうね。だからなんとなくそういうのを考えていきながらですね、でいろんなイラストを見させてもらったんですけど、例えばコンセプトアートって先生調べてみてくださいって言って、僕らからするとコンセプトアートっていうのは概念美術、概念っていうんですけども、コンセプトっていうのはコンセプチュアルという、子供をお腹にはらむ、考えをはらむという意味から来るんですね。でデュシャンという人がやっていった泉という作品、トイレ、便器もこれは芸術かみたいな、ちょっと難しい話やめますけども、そういうことをやっていってるのが私たちの美術史的にはコンセプトアートなんですが、どうもそうじゃない、なんか僕らからするとランドスケープアートなんちゃうかなっていうのが、また言葉として違う言葉に変換されていっている社会があるんですねっていうのをすごい気になってですね。でなんかこう対流、大きな流れを見ていくと、やっぱりですね、ミュシャっていう人は、イラストレーターを目指す人は必ず見ておいた方がいいなというふうに思いました。ミュシャで、もう一人ね、ちょっとね、モローって人調べてみてください。モローっていう人、象徴主義かなの絵描きさんがいるんですけども、おそらく例えばファイナルファンタジーの絵を描かれている方とかは相当その影響を受けています。ちょっとこうなんていうかですね、なんていうのかな、ちょっと説明が難しいですけど、モローっていう人、なんか大きく分けると、例えば女性の顔の描き方なんていうのとかはそういうミュシャなんかっていうのとか、世界観はモローであるとかっていうところは案外今のイラストにつながってる気がしたんですよ。で多分知ってると思います。もちろんすごく著名な方々は。でもそこをスポンと抜いて考えてしまったりすると、やっぱりすごく浅いものになってしまうんですね。
例えば、何人かの人がなんとかさん、ちょっとお名前出すの失礼なんでやめときますけども、なんとかさんっていう人見ると、外国のこの人っていうのも2人ぐらいいましたけども、やっぱ僕らが見ると大友克洋先生なんですよ、完全に。それと松本太陽先生のやっぱ90年代もうちょっと前の頃からの絵がそのイラストという風になっていて、漫画家さんとかっていうのやったらばやっぱストーリーを考えたりいろいろ分割されてくるんですけども、イラストレーターってなると、個人事業主一人が中心やと思いますんでね、なんかそれがすごく造形がすごい浅いとあんまり長続きせんのちゃうかなっていうのがすごい危惧されてしまうというかですね、っていうふうにペンで描いていきながら、でその2人はまず知っておいてほしいのと、あとはですね、道見恵っていう絵描きさん、もうすごいこじつけ的に、話してますけど、道見恵っていうのもすごい挿絵とかを昔描いていたんですよ。あとはポスターでロートレック、ロートレックなんていう人もぜひ調べてみてください。そのあたりを知った上でのイラストレーターになりたいっていう風になっておいた方が、ちょっと日本人はちょっと広くなるので言い出しませんが、私は一応洋画か西洋画というところで教えてますので、そのあたりから少し考えてみたり、こういう風に名画のことをちょっと調べて、キリスト宗教の歴史なんて興味ないって言うんじゃなくてね、今20歳そこそこのもしこうやったりしたらやっぱり、これから生きていく上においてグローバルなんて言われてるけども、宗教なんていうのが若干授業の中に組み入れられるそうですよね。でそういう、これからのグローバルスタンダードに、考えていった際に、私もやっぱり宗教ってなかなか難しいとっつきづらいもんですけども、あまりにも神っていっぱい出てきたから、こんなに今世界に神がおんねやっていうのでちょっと笑けてきたというか、ね、私もなんか、モナリザをボールペンで描いたら神やっていうか何歩かコメントあったんですけど、もう突っ込むのもやめましたけどもね、ちょっとそういうところで言葉の使い方一つでもすごくリスクをはらんでいるような気がするんですよね。別にいいんですよ、好き勝手やりたかったらやればいいと思うけども、でも本当に大物になりたいというか自分だけで食っていきたいと思ったら、そういう宗教のことかもしれませんし、歴史のことかもしれませんし、美術史のことかもしれません、そういうことを知っているか否かっていうのは完全に今回も若者向けには喋ってるんですけどもね、私の視聴者はあまりにも高齢者が多いので、単にイラストレーターになりたいとかね、ただ書けじゃなくて、こういうのが1枚もしポートフォリオにあってみた、想像してみてください。書けるでしょう、おじさんレベルになると。それがポートフォリオの中にちょんとあるだけでどうですか？違って見えませんか？シュルレアリズムなんかも少し勉強してみられたらどうですか？ルネ・マグリットでもいいですしね、ダリなんて有名ですけども、そういったものというのとか、逆にもう少し古い、絵描きさんに振り切ってみて、フランドル絵画のヒエロニムス・ボッシュなんていう絵描きさんを調べてみてください。今の何か鳥獣みたいな珍獣みたいなものもうすでに500年前に描いているんですよ、画中にですね。でそういうとこからリスペクトして、それを例えばイラスト風に描いてみるとかするだけでも、もう深みがガラッと変わってくる気がするんですよね。ポートフォリオを作るとかの際にしてもですね、自分の好きなことだけやっていくっていうことは、もし、会社や何やらに入りたいと思ったら、それはすごく厳しいです。若い頃は特にそうです。やっぱり仕事を請け負ってこうしてくれああしてくれっていうことが言われます。結構だから大変やったりします。自分個人でやっていきたいと思って自分の好きな絵ばっかり載せていても、若い頃はなかなか仕事が来ません。やっぱり実績のある人とかに、かなわないですよね。とにかくこんだけイラストレーターがなりたいっていう人が多い。これに対して私がどういうふうに、アンサーするかということで、今回動画を作っております。2時間私はこれぶっ通しで、書いてます、手を止めずに書いてます。それぐらいできないとダメですよ。2時間書いてよく時間がないというふうに言いますけどもね、朝30分夜30分1日1時間やってみてください。1週間7日間のうち6日間やったら12時間、僕が3時間皆さん4時間ならば1ヶ月で何枚ですか？よくわかりません。ね、例えば5枚書いて1年間で60枚ですね。例えば大学の4年間やれば240枚。こんな絵が240枚あったと思ってください。だいたい就職できますよ。本当に。
が好きなことも大事ですけども、やはりこう学ぶ時にはしっかり学ぶということをやりながら、ぜひ、立派なイラストレーターになっておじさんにあの時のこの動画を見て、すごく勉強になって私はやりました、そしてこういう風になりました、ぜひ先生ご馳走したいので焼き鳥でも食べに行きませんか、なんていうことを言うと公務員なので怒られそうです。私が言ったわけではありません本当にこうやってね、ペンと、これはハイテックですね、0.4 って書いてありましたかね。ハイテックとなんか 0.2 のペンと墨で書いていきました。で学習法の一つとしてはやっぱり自分の絵をちゃんと見れるっていうことが大事です。たくさん数かけという人もいますけど、書いた上で何が問題かっていうことを考えれる能力を持っているか否かっていうのが大事なんですね。どこがダメやった、どこが良かったっていうところを考える力をも身につけていけば、すごい面白いイラストレーターさん、漫画家さんかもしれませんけど、もちろんね、今ももちろんね出てきてますけども、というよりは画家でよくない？画家目指そうぜっていうことを本当は今回言いたかったのであります。私もイラスト的な仕事も当然しておりますし、装丁も書いております。だから画家でよくないかっていう気がします。教員免許を取れるなら私は教員免許を取っておいた方がいいよというふうに私のゼミ生にはいつも言いますが、教員はブラックだということで皆さんやりたがりません。やっぱりですね、何かね、親御さんのためにもこれ言うてますけど、僕言うてるんですよ。親御さんも免許取っときって言うてるんですけど、で私のゼミはだいたい取るようにとは言ってますが、近年なかなか取る人が少なくなりました。やはりですね、世の中がブラックだというからですね、ぜひね、学校の先生方もこうやって中学生高校生のために動画作ってくださいよ。よろしくお願いします。おじさん全部やってますよ。空いた時間見つけて、将来の子供のということでこのぐらいでございます。いかがだったでしょうか。また今日もぐちぐち放送となりました。今放送しているのは4月1日、放送録画しているのは4月1日です。嘘です。いや本当です。今日の話は本当でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。完全にまとまってないと思いますけども、なんかこう勉強の仕方って様々やと思うんですけども、なんか未来へつながる勉強の仕方をしておいた方が私は賢明なのかなと思いますので、本当に多分、好きなことをやってるだけじゃ多分厳しいと思いますので、こういったものも参考にしてみてください。ではチャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。